こんにちは。バリバスフィールドスタッフの太田です。今日は福井県グミ崎のオーシャンクイーンさんでイカメタルをやってみたいと思います。ちょっとねまだ本来やったらめちゃくちゃ釣れてる時期なんですけど、ちょっとまだ海の状況がちょっと渋くて、日によって釣れたり釣れなかったりとかいう状況なんですけど、なんとかそこは頑張って確実にイカを釣ってみたいと思います。上で釣れるとか下で釣れるとかね、やってみないとわからないんですけど、とりあえず出てみてからいろいろ探りたいと思います。今日は一日頑張ります。よろしくお願いします。じゃあポイントに到着しました。で今まだ太陽明るいです。時間は6時半ですけど、多分あと1時間弱ぐらいで点灯しますけど、それまでは釣れてもほぼボトムで釣れるんで、ボトム狙いでいきたいと思います。でタックルは、オーシャンスピアの53スピニングモデルにで、リールは4000番のパワーギア使ってます。でラインはアバニーイカメタルマックスパワー PE の X9 ですね。でリーダーはアバニーイカメタルショックリーダーエステルの3号を使ってます。で仕掛けなんですけど、クレイジーオーシャンの CO イカメタルハイテンションの1段です。1段仕掛けなんですけど、1段の特徴で本来やったら下にイカメタルメタルスって上にエギとかドロッパーつけるんですけど、日が明るいうちはボトム狙いでいくんで逆仕様にしてます。上にメタルをつけて下にエギをつけて、ちょっと重り具っぽくどっちにかかるってもいいようにちょっと欲張りな仕掛けなんですけど、これでほぼボトム付近だけを狙っていきます。で最初スピニングでずっとほぼボトムから1メーター以内、明るいうちは上がっても本当に5メーターまで上がらないと思うんで、1メーター以内をこれで狙っていきたいと思います。まずボトムについたらもう本当にハンドル2回ぐらいで止めます。今これちょっとテンションフォールさせてるような感じですね。ハンドル2回転で1メーターちょいぐらいしか負けてないんですけど、キャストして手前に戻ってくる、手前まで今引っ張ってきてます。で釣れても本当に今はボトムだけしか釣れないので、ボトムだけをちょっと集中的に狙っていきたいと思います。エギとメタルの間隔が1メーターぐらいあるんで、3回巻いてもメタルはどうでしょう、1メーター50ぐらい上がるんですけど、エギはちょうど底付近をステイしているような感じですね。今多分回遊してくるまでわからないんで、ちょっと最初のうちは幅広く探っていきたいと思います。今これ分かりますかね。2回ハンドル巻いた分だけ手前に寄ってきてるんですけど、これ今そこにつきましたね。このカーブフォールというかテンションフォールの間が誘いになってるんで、ボトムだけを狙ってる時、まだなんかかかりましたよ。何でしょうか魚じゃないような気がするな。なんか今度こそイカのような気がしますね。引きませんけどね。さあ何でしょうか。これでイカが釣れたら奇跡だよね。最初からね。でもなんかイカっぽいぞ。イカじゃないか。釣れましたよ。いきなりイエイ釣っちゃいましたいきなり来ちゃいましたね。今の誘いで、ボトム、本当にもうボトムだけです。釣れちゃいました。ケンサキイカですね。ケンサキ釣れます。よいしょ。ちょっとキャストします。竿先の動き見といてくださいね。
ちょっと見にくいかもわからない。なんせこの感度、やっぱり一番重要なのは、まずボトムまで沈めます。はい、ボトムにつきました。ボトムについたらハンドルを2回転で、これが今テンションフォールしてて、これ手前に、はい、落ちました。つきました。本当にもうそこだけを今つってます。エギはもう本当にしゃくった後にスーッと落ちるぐらいなんですけど、ほぼほぼボトム。このボトムタッチの分かる分からないっていうのが、これすごいラインの感度が重要なんで、今ボトムだけで釣ってますけど、本来やったら下で待つんですけど、まだイカが寄ってきてる状態じゃないんで、キャストして広く探ってきます。何回も入れ直します。夕方まではほぼボトムから1メーター以内だけを狙ってきます。糸ふけだけ取ってハンドル2回転で、はい、つきました。この感度が重要です。すごく分かりやすいですね、やっぱりこれね。ほぼこれで3回目ぐらいでほぼバーチカルになるんで、ここでちょっと今回はちょっと待ちましょう。イカが寄ってきてると見てちょっと止めておきましょうね。ちょっとだけ誘って、本当に明確に分かりやすい。このちょっと今1回余分に誘ってますけど、今使ってるリーダーなんですけど、イカメタルショックリーダーのエステル3号を使ってます。で、長さはだいたい1広ぐらい取って、ちょうどリールに巻き込むか巻き込まないかぐらい、あまり長くは取りすぎないんですけど、やっぱりエステルの特徴ってすごく伸びが少ない、そしてトラブルも少ないということで、あと色がクリア、透明です。クリアだからこそ釣れるというのもあると思うんですけど、このクリアのエステルのリーダーがすごく気に入ってます。もう今だいぶ使い込んでるんですけど、この感度に慣れちゃってるんで、この感度がもう普通になっちゃってるんで、これエステルやめた時にちょっと怖いですね。もうずっとこれ離れられないですね。エステル最高ですね。明かりがついて、まだちょっと魚は寄ってきてないんですけど、ベイトとかちょっと軽くして広くゆっくりと、今メタラーの20号を使ってたんですけど、これからちょっと TG の15号に5号をちょっと落として、フォールスピードをちょっとゆっくりめにして、で仕掛けもちょっと2段使ってます。今日は特別に2段使わさせてもらってるんですけど、2段で真ん中がハードパンチャー V の 2.2 号、ちょっとフォールスピードを抑えるためにちょっと大きめ 1.8 と 2.2 号とあるんですけど、 2.2 号をつけて、そして一番上にサンドバッカー V をつけてます。これでちょっとどうなるか分かりませんけど、もっと多分軽くしていくと思うんですけど、とりあえず15号でいってみたいと思います。ロッドはイカメタル用じゃなくてティップラン用のバーテックスを使ってます。でスピニングリールは3000番のレバーブレーキですね。同じく P ラインはマックスパワー PE の X9 以下 0.65 で、リーダーはエステルの3号ですね。ショックリーダーエステルの3号を使ってます。同じくこれでいきます。今明かりがついてラインの視認性がすごくよく分かるようになってくるんですけど、まだちょっと薄明るいですけど、めちゃくちゃ分かりやすい。ボトムの釣りでも中層の釣りでもめちゃくちゃ見やすいのがこのラインの特徴です。ちょっと今よりは20号から15号に下げたんで、フォール時間ちょっと長いと思います。これ今ボトムにつきましたね。ちょっと投げて、今ほど最初ほど投げないんですけど、ちょっと投げて
手前に引っ張ってきます。3回で、ほぼ今バーチカル状態ですね。ちょっとここから下に落としますね。これ 40m のラインがこれなんですごく分かりやすいんですよ。これが終わったらちょうど 50m になるんで、これ糸のカラーは蛍光の5色、10m 単位で5色ですけど 1m 単位のピッチも入ってるんで、ベイトのカウンター付き同様の釣りがこのスピニングでもできるっていうのが、実際僕目ちょっと悪いんですけど、見にくいんですけど、めちゃくちゃ見やすい。本当に今までの使ってた P ラインの中でめちゃくちゃ見やすいですね、この糸。これからこのラインというか色の違いで棚を刻んでいきますので、今ほぼボトム付近釣ってますけど、中層を釣る時に視認性ってすごく大事で、結構もう本当に真下で釣る時だけやったらカウンター付きのリールでいいんですけど、やっぱりイカが広範囲に散らばってる時は遠くのイカを釣るのにどの辺の棚を釣ってるかっていう、ボトムだけやったらもう感度だけで十分なんですけど、遠くの中層を釣るためにはラインのカラー見やすいっていうのはめちゃくちゃ重要です。すごい見やすいですよね、これ見えてるのかな、見えてますかベイトでいきますね。タックルオーシャンスピアのロッドが SG50 とライン同じくイカメタルのマックスパワー PX9 の 0.65、 リーダーはショックリーダーエステルの3号ですね。イカメタル同じくです。で仕掛けは2段でまたちょっとやってみたいと思います。これでポイント変わって、最初のポイントちょっとサバだらけやったんでちょっとポイント変わってもらってどうなるかです。下はメタラーの15号で、真ん中がハードパンチャーの 1.8 号にしてます。で一番上がサンドバッカーの V ですね。今もうすでに 30m より上ですね。だいたい厚いのは 25m ぐらいですけど、一回ボトムまで落としてみます。初めの場所よりすごいことになってますこれでいくと30前後かな。イカメタルのマックスパワー PEX9 に変わってから一番すごいと思ったのはやっぱり感度という点ではすごいです。プロトの時から使わさせてもらって、真冬のスルメイカ、三重ではよく真冬のスルメイカ釣るんですけど、全く同じタックルをみんなで使ってて、リグも全く同じ、竿も同じで、違うのがラインだけっていう状況の時に僕だけ当たる、同じ水深でやってて僕だけ当たるっていうのが一番最初使わさせてもらった時の違いやったんですけど、そこから始まってもうこれで半年ぐらいになるんですけど、最初のプロトから本当に感度という点では魚の当たりとイカの当たり、よくこれやってて魚明らかにかかってから魚っていうのはすごくわかるんですけど、当たった時の魚かイカかっていうのもやっぱりすごくわかるぐらい感度すごいです。糸の伸び率が 3%、 P ラインって結構実は皆さん伸びないと思ってる方がすごく多いんですけど、 P 実は伸びます。で細い糸でも結構伸びるんですけど、その伸び率が当たったね、今魚かもわからんけど、これね3% 台っていうすごい数字上すごいんですけど、実際使ってもらうとそれがすごく体感してもらえると思いますので、本当に伸びない水の中でいわばまっすぐ本当に伸びなくってまっすぐの感度がこのまま竿を伝わって手元に来るっていうのが、これがこのラインの本当にすごいところですね。うわ、サバや、今度サバが当たりました今。
この糸を通して、イカじゃないんですけど糸を通してすごい当たった瞬間の、本当に最初に見ましたけど、魚かイカかって下手したら当たる魚の魚種まで分かっちゃうというすごい感動。さあイカの当たり、ちょっと上だけを狙ってきますね。もう来た。さあなんだ。お、イカやけど違うイカですわ。スルメイカ、ポールで乗りましたね。まあ今は貴重なゲストですけど、ポールの最中にトーンでした。まあイカはイカでもスルメイカなんですけど、今年の時期にしてはすごい貴重なスルメイカ。スルメも本当にね、今やもう高級魚じゃなくて高級イカですけどね。感度という点で今も感度の話をしながら、魚やイカや何々やって言ってたんですけど、本当にこの糸になってから当たった瞬間に何が当たっているのかがこの竿の場合だと分かります。当然あれどっちかなっていうのが結構多いとは思うんですけど、この糸の場合明らかに魚イカっていうのがすごく分かります。ちなみにこれは今当たってちょっとフォールさせた時にドーンと思ったんで、一瞬最初何かなと思ったんですけど、やっぱりイカでしたね。ちなみに今日スルメ釣りじゃないんですけど、スルメの場合はどっちかというと早めの動きに反応してきます。でも今日早めの動きをするとおそらくサバがかかっちゃいます。来ました。魚に食われるな。魚かイカかってどっちか本当にもうちょっとどう猛っぽい。またスルメかな。またスルメでしたでもスルメイカです。またフォールでドンですね。ちょっとね、でもやっぱり速い動きをさせるとスルメイカがおるということで、スルメおるということはやっぱり剣先いると思うんで、釣っていきたいと思います。感度はバッチリです。イカメタルマックスパワー PEX9 とイカメタルショックリーダーエステル、この2つを使っていただければ今までと全く違う感度が手に取って分かるようになります。ぜひ一度お試しください。